原田みどりさん、当時33歳。原田さんは当時香住町にあった陸軍兵器廠の救護隊の看護婦長をしていました。8月6日の前日は空襲警報が発令されたため徹夜で勤務に就き、翌朝空襲警報が解除されて自宅に帰ろうとした矢先に被爆しました。兵器廠の建物の中にいたので直撃は免れ助かりました。目の前がピカーッとこう光りましてね、それから1秒か2秒か置いた時にドーンいう地響きとも何とも言えんような音がしまして、空襲爆弾いう感じがしたんです。爆弾だ思いましてね、平勢訓練をいろいろ受けておりますのでね、目と耳を塞いでそこの診察台の下へキャーッとこう滑り込みました。でそれで鳴りが静まったので、どこへ落ちたんだろうか思ってこう目を開けてみましたら、床からそうですね30センチぐらいのとこですよまでは明るいんです。ずーっと見えるんですけど、あと真っ暗で何にも見えんのですよ。どういうような爆弾だろうか。よっぽどこれは近くへ落ちた爆弾で、第2弾が来るからこりゃいっぺんですみません、これすぐ防空壕へ入らにゃ思って、ちょうど藤山の下が全部蜂の巣のようにこう防空壕を掘っとったわけです、軍が。でそこへたどり着こう思いましてね、で行きかけました。もうね行く途中でですよ、もうねボロボロ、皮膚がボロボロ、着物も服もボロボロの人がねこういうようにして来よってでしょう。あんたたちどうしたのって言うたらね、町がね全部やられました言うてね、中学生みたいな人が言いましたよ。でどこにおったんか言うたらね、鶴見橋の下の辺におった言うて言われたですよ。ほんでねこっちはねどうもないように見えたから、焼けおらんように見えたからこっちに向いてきたんじゃ言うて、それからですよ、これはもうこのままで僕をなんか発しちゃおられやせん思って私はひっくり返して、それで来たんですよ。そしたらね隊長がね、これは大変なことじゃな言うてね、何の爆弾かわからんけども広島落ちたんですかって言ったらわからん言うて、何の爆弾かわからんって、わからんけども要するにこれは大変なことだと。だからねとにかく患者の収容体制を整えって言われて、それでそこに今倉庫がね並んだ倉庫があったんですよ、そこに2つほど。でその倉庫のね入り口いうのがね、これはどういうふうになっとるか知りませんけどね、このような入り口がねこっち向いてあったんです。でその倉庫へねとにかくみんな入れ言ってから入れよったんです。そしたら次から列なしてきてでしょう。これは軍医度の一つの倉庫じゃ足りませんよって言ったら、これ隣を使え言ってね、それで工員の人にね隣の材料を皆外へ跳ねくり出しといて、それでアンペラ言いますよね、ご座のむしろの折ったようなのがあって、アンペラをずらっと敷いて、それから端から端から頭同士をこう突き合わせてね並べてからずっと並べていくんですよ。いっぱいになりましたからね、一つの倉庫へね後から聞いたんじゃね600人ぐらい収容してるんです。で2つの倉庫で約1000人以上の人をね収容したわけです。そしてね端から治療今度当たるんです。医者と名の付くのはね川野いう軍医少尉と、それから伊藤いう軍医隊です。2人しかいないんです。端からやっていくんですよ、治療をどんどん。ところがね半分もいかんうちに日が暮れるんです。それでねこれは夕方になる夜が何や思って、一生懸命やるで、昼頃になるとね食事帰ってこいって言ったら、食事言われだってこん役立たれたのを見とるのに食べる気やなんかで叱られるから、体力整えとかね衛生部員が倒れたらどうするんじゃーってから言われるんですよね。で私らがその原爆が落ちるまではここには弾薬とか兵器とかね輸送貨とかねいろいろな貨がありましてね軍部の支えになっとったわけです。それらが骨なんです。ところが今の爆弾が落ちたが最後、それらはもう用がない、今度は私らが骨なんです。もう中心にならにゃならんのですよ。
だからね衛生部員が倒れたらどうなるんじゃ言ってからね体をとにかく持たせてくれには困るって言われてね言うのは軍備隊員の伊藤いうのが言われるんですよ。だから川の少尉がねとにかく体力をつけて夜目が見えんようなもう電気つきませんからね見えんようになるまでやってくれには困るってから言われてね食事帰るんです。肘山の下の防空壕まで帰るんですがね食べたような真似をしてからまた来るんですよ。本当にねで、一生懸命やる。それから日が暮れたらもう見えん引き上げってから言われるんですよ。で引き上げ言われてもねさっと残っとるでしょう。かわいそうにあれを何もせずに引き上げるわけにはいきませんのにね思って「お願いします助けてください」言ってから泣いてでしょ。で私が後ひっくり返してねしよるとねなんじゃまだやるか言ってから怒ってで叱られるんですよ。それはねどうしてか言うたらね来る日があるからどうにもならんのです。ほいでちょっとですから言ってから大急ぎでやっといてからついて帰るんですよね。それから今度来る日の朝ね夜が明けたら早々にねもう出勤時間じゃなんじゃそんなものはありゃせんのですからね。だからもう夜が明けたらすぐにまた声来てねやる。ほいで来る日でしたかね。だから8月6日でしょ。何日だったか8日だったかその日にちがはっきりせんのですがね段原のね方から2人ぐらい大人の人がね何をもうつぐらな坊やをね連れてこられたんですよ。でその足がね足がこんな怪我しておりましてね足に向こうずねに怪我しとるんですよ。ほんでミイラガラスが立っとるんです。そのガラスがね少々のガラスじゃない5センチでもあるんですよ。5センチ以上あったでしょうかこのくらいじゃけ立っとるんです。だからねそれを取らにゃならんでしょう。でこれをどうかしてやってくださいやいてその大人の人がね「お宅のですか?」って「いやこれはこの親はね2人ともね建物疎開に行かれておらんのです」ってで留守ね私らが一緒におったらねこういう怪我しましたからお願いしますって言うてですからね軍医少尉の河野軍医少尉が「これは取らにゃ敗血症を起こしてすぐ死ぬよ」言ってからねで「お邪魔取ろう」言うてその通る言いましてもねむごいことです。今だったらですよ麻酔をして痛くないように痛いか痛くないか言うてから取るでしょう。そんなもんじゃないんです。もうね衛生材料いううちに医療材料がね底をつきおるんですからもう今の痛いだろうな思っても麻酔も何にもせずに手足を押さえとって縛り付けといて体をそしてそのガラスを取るんですよ。で取るんですがねこの調節し言いましてねこのくらいのピンセットの大きいのがあるんです。それでガッと挟んでねこうして抜くんですけどねいっぺんに抜けんのですよ。食い込んどるから骨の間へ。麻酔がないわけですね。麻酔ないんですからで痛いよ痛いよってこらえてでからでもね坊やこれを取っとかねアメリカに負けるんじゃけアメリカに負けたらいけんでしょうがよじきこらえてよ我慢しんさいよ言ってから本当私らの涙はねいっぱいさすがに軍医少尉もね涙出してねむごいことよな思われたんでしょうがねそれでも一生懸命みんな一生懸命なんですからねでガラス抜きました。でガラス抜いたからねよかったね取れたよ言ってね助かったよ言ってねよかったんだよ我慢したぞってみんなが包帯アウトしたんですがねでも私はでもああいう時にはねあとねリンゲルかブドウ糖かをね体液をしっかりつぎ込んで回復図るんですよ。ビタミン入れたのをねやるんですがないんですからねで仕方がないから私はねこれどうにか助けてやりたいしね思ってねここの輸送課長の軍医じゃない輸送課長は陸軍少尉でした背の高い人でしたがね名前を忘れたんです。その人のところへ行きゃ砂糖があるの知っとったんですよ私は。で砂糖コップ1杯本当に持ってきてもらいました。それでやって嬉しい思って私は水でねそれをドロドロに溶いてねでその子にね黙って飲むよ言ってねこれ飲んどきゃ治るからね言ってね飲ましたらねごくごく飲んでねおいしいねって
おい物を言っちゃいけん、黙って飲みなさいって、おいしいねって言うて聞こえたらいけんでしょ、みんなね取るのに。だからね黙って飲んじゃいてね、黙ってそれ大きな声せんようにさして飲まして、でその後をコップ一杯また水を飲ましといたんです。せめても私はあれがね、私の心をね、やれぶどうとの代わりにあれだけ飲んどるけ、なんとか体力持ってくれるじゃろうかな思って気が休まりました。それからあとね、もう一つ私に心から消えんのはね、その辺のハス田の中です。ハスの葉がいっぱいある中、こうハスの葉を倒してね、そこへござが敷いてあって、そこでお産しとってんですよ。でそれがまたね、普通の分娩じゃないわけですからね、ああいう時の衝撃で生まれるのは異常産なんですよ。でね、行ってみたらね、死産いうのは死んで生まれとるわけです。で手をこう見ましたらね、普通の分娩なら卵胞いうのを破って、で赤ん坊が自然に生まれる時には破水をして、それから今度残りの水と一緒に今度赤ん坊が優雅に生まれるようになっとるんですが、衝撃で生まれた子ですからね、袋のままストーンと生まれとってでしょ。そしたらその今のような医者やら助産婦がそばにおりゃ、これはいけんとチャッとそれを切ってうわっと出すわけです。出せば水が出ますからね。だから息ができるからギャーって泣くんですよ。泣かれんのです、袋のままじゃから。時間が経っとるからダメでした。私そのお産した人がね、助けてください。これはね、この子はかけがえのない子で、主人が野戦におります。どこにおるのか知りませんけど戦地におります。それでこれは家を継がにゃいけん子なんですから言うてね、お母さんに当たる人は諦められんのです。それでね、通りすがってね、私の手を握ってね、それでからにもう必死になってね、あれは私は哀れでも、それは自分にね子供がいなかったらね、そういう親の心が分からんですけど、分かりませんが、自分に子供がおりますからね、もしか私がああいう目にあったらどうなったろうか思ってね、本当私はねあれだけは忘れられません。子供を助けてあげたかったな思うですよ。今でも思います。もう8月が来るたんびにね、もう何とかして子は助けてあげたかったのにな思うですがね、どうにもならんです。そういうことがありました。国境を越えてね、で手をつないで、そして大きな視野でね、地球を守らないけん時代が来とるんですよ。もうだからその地球を守るためには、どのような科学は科学、物理は物理でね、その分野でね、どのようにしたら地球が守れるかいうことをね、若い世代はもう本当に認識してもらわないといけん思います。